こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。以前からシリーズでお届けしていたジオラマ制作も一段落つきましたので、ちょっと以前からやってみたいなと思ってたことを進めていきたいと思います。それで今回はこちら超小型カメラを購入しましたので、これを紹介していきたいと思います。ちょっと両面テープの残骸が残っておりまして少々汚いですが、後ろについているのが通称ペタカメと呼ばれるカメラとなりまして、詳しくは PPAP ではなくて PPAT というそうです。それでこのカメラ自体は走行しないので、何か車両に載せるような形を取らざるを得ないんですが、今回は WAM8 万をばらして使いました。ちょっと子機のような長いものは使いづらいので、二軸貨車なら何でもいいと思います。それでカメラに付属の両面テープを使いまして、ちょっと幅が出るのでハサミでカット、その後貼り付ければ作業完了となりますが、この場合 WAM を別に改造しているわけではないので、カメラを使わないときはコンテナ部分を元に戻して WAM として走行可能。その後またカメラが使いたい時には両面テープの接着力がなくなるまでは何回か使い回し可能ということです。それで最初の設定で撮ったのがこんな感じなんですが、画面が縦向き撮影になってしまいまして、それでいろいろ設定ができそうなんですが、それよりもこのカメラの角度向きを変えてしまう方が楽だなと思いまして、こんな風に付け替えを行いました。そうしますとちょっとね、カメラの位置がセンターからずれるので、やや5ミリぐらいずらして貼り付けております。その後試しに撮ってみたのがこちらの映像で背面展望となりますが、特に細かい設定なしで向きを変えるだけでこんな感じに撮れるということでございます。では今度は前面展望といきたいと思います。とりあえずレイアウトの外側線を一周回してみたいと思いますので、お時間1分ほどかかりますが、それではスタートです。変わりまして今度は後ろ向き背面展望で流していきます。先ほどの前面展望の方は編集で画像を拡大して真ん中の部分だけを使っておりましたが、こちらは撮った映像をそのまま流しております。ちょっとまだこの小型カメラはデータ上スペック的には1080ピクセルありまして、それなりの性能というか画素数はあるんですが、露出とかピントが要は合わないという感じになろうかと思います。ただ画像の中心部だけは割と鮮明といいますか使えそうなので、編集で拡大するのが一番いいかと思います。今は動画編集のソフトもいろいろと無料で使えるので、そちらがおすすめというところです。ちなみにこちらが全く同じ映像を使っておりますが、拡大したものとなりまして、少し印象が変わったかと思います。では他に使い方はないのかと考えまして、こんな風にホームの脇に置いてみました。これも近くにフィギュアなんかがあったりしまして、ピントが合ってはいませんが、こういう画像が撮れるということになります。さらに先ほどと同じですが、
編集ソフトの拡大機能で拡大しますとこんな感じと変わります。さらにちょっと場所を変えまして、より列車に近い位置にカメラを持ってきますと、さらにピントが合いづらくはなりますけれども、こんな感じとなります。あと小さいので、いろんなところに持っていけるということなんですが、大きなカメラではこの位置には持ってこれないので、ピントやら画質の問題は置いといて、こういう映像が撮れるということでございます。以前トミックスから車両とカメラが一体式になったような商品が販売されておりましたが、それに比べますとこちらのペタカメラはこんな風に撮影しているところを横で撮りますと違和感しかないんですが、例えばこの編成で前面を撮った映像と仮にこの車両が一体式だとして撮影した映像は全く同じなわけなので、要するに編集というか見せ方の問題だと思うんですけど、例えばこういう画像を見せられた後にこの画像が来たとして、人間はこれが走ってるんだなと認識するわけですし、あるいはこういうふうに2画面に分けてもいいかもしれませんが、要は見せ方の問題やということでございます。ではどっかのテレビショッピングみたいなことを言いますが、気になるお値段は Amazon でこちらの価格となりまして、私はこれを購入したわけなんですが、さらにもう一つ、こちらは鉄道向けに特化したカメラとなります。全く同じメーカーのもので、お値段はちょっとお高くはなりますが、走行動画に関してはこちらの方が明るく綺麗に撮れるということなので、買う時に少し迷いましたが、自分が購入したこちらのカメラの場合は外出時に外に持って出て、ちょっと手ぶれ補正はないので自らが動くような動画には向いていないんですが、一応メガネとか帽子につけれるクリップとベルトとかゴーグルのバンドとかにつけれるホルダーもついております。それで一応動きを割と控えめか、あるいは置いたりするような撮影方法だとそれなりには使えるだろうというふうに期待しまして、こちらを購入した次第です。では続きまして PPAT の初期設定の設定方法について話してみたいと思います。分かっている方にはちょっとうるさい話になろうかと思うので、 Wi-Fi とかアプリの設定に自信のある方はここから2分ほど動画をスキップしてもらえればと思います。では商品の外箱についている QR コード、こちら2箇所ありますけども、こちらの QR コードは取扱説明書兼保証書となりまして、ここをタップしますと画面が切り替わりまして取扱説明書になりますので、必要な時にまた見てもらえばと思います。それでアプリの設定とかに手間取る、特にご年配の方々にはばかりながらご指導申し上げたいのがここからとなりまして、今度はこちらのバーコードじゃなしに QR コードを読み込みます。そうしますと画面がこのように変わりますので、画面を下にスクロールして APP か Google Play どちらかを選びましてタップしますと、ここは開くになってますが、初期設定の段階では入手になってますので、こちらをタップ。その後ダウンロードの認証でこの横の電源キーをダブルタップしますと、アプリのダウンロードが終わりまして、スマホのホーム画面にこちらのアイコンが現れるということです。次に PPAP の電源を入れるのはこちらのこのボタンですね。これを長押しします。そうしますとこんな風に赤く点灯します。ちなみに点滅している場合は充電不足というか電池がないので、この場合は充電をすればいいと思います。充電中は青くなりまして、充電が終わりますとこれが消えます。電源を入れましたら次に Wi-Fi 設定なんですが、とりあえずこちら設定をタップ。次に Wi-Fi をタップしまして、この下に出てきたこちらのペタをタップします。
するとこちらのアンテナが変わりましてつながったわけなんですが、初期設定ではパスワードを入力を求められますので、1から8まで1234567と打ち込めばこれで準備は完了となります。ではアプリを開きましてしばらくしますとこんな風に画像が現れます。それで画面を一度触りますとこちらが現れまして、一番左から見ていきますが、このカメラのマークを押すと写真が撮れます。隣のこの二重丸が録画のマークで、押すと録画開始。もう一度押すと止まります。次は真ん中のこちらですが、押しますと3つに分かれます。一番右のやつが晴天反転というような感じで画面が入れ替わりまして、真ん中は上と下が逆さまになります。一番左のこれと、それと下の段の一番右は同じ動きをしますけども、こんな感じでカメラの向きそのものが回転いたします。あと左から4番目、黄色いやつは画質を選べますが、720ピクセルと1080ピクセルの2種類となります。ただ変えてもそんなにあんまり変わらないイメージでございます。それで普通に動画を撮りますと、この走行中にはこちらのボタンは有効にはならないんですが、こんな風にスクリーンショットで動画を撮りますと、走らせながら反転したり、あと普通は使いませんけども、こんな風に逆さまに動画を途中から切り替えたりも可能ということでございます。で、いろんなカメラが出てまして、もちろん知識はあまりないので、他のと比べてるわけでは全然ないんですけども、いろいろ見てますと、だいたい SD カードに一旦データを収めるようなものが多い印象なんですが、このペタカメラ PPAT は SD カードとか特に必要なく、スマホとカメラがあれば割と気軽にこういった全面店舗が楽しめるということでございます。ということで今回の動画はここまでとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。